はい、皆さん、こんにちは。車の大地店、カカカシヌピーです。今回はこちら、Easy Detail Go というブラシですね。こちらを3500円くらいで Amazon で購入しました。購入した理由としては、タイヤハウスの、奥までちょっと洗いたいなと思うことが何度もあって、使ってる人も多いので、どんな感じなのかなということで購入してみました。で、今実際まだ使ってはいないんですが、手に持った感じ、ちょっとね、重量感がしっかりあって良さげです。で、Easy Detail と言ったら、他にホイールブラシのビッグとリトルを持ってます。それと比べても、この密ですね、かなり、この毛が。で、この先端にも毛がついているっていうのが、この特徴ですね。なので実際ね、今からこれを使ってタイヤハウスの中をね、洗って、洗い心地を見ていきたいなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴーゴーはい、そしたら外にやってきました。で、Easy Detail ブラシの、これがビッグとリトルに、今回 GO ですね。で、GO は、先端まで毛がついています。で、サイズ感はこんな感じ。ボリュームありますね。結構ね、密です。で、ちょっといいなと思ったのが、この Easy Detail ブラシのビッグか、リトルもそうなんですが、この毛の留め方っていうのが、中見えるかな、これ分かりますかね。この留め具が、この鉄の、なんて言うんだろう、針金ではないんですが、そういうので、ぐるぐる巻きつけてあるので、朽ちてくるっていうか、錆びてくるんですよ。で、中がなかなか乾かないと。で、気づいた時にはこういう風に錆びてると。リトルもこの今先端見てたらちょっとわかるかな。ちょっと錆びがあるんですよね。けど、GO の方、これ見えるかな。多分わかんないよね。この棒が伸びてて、穴がたくさん開いてるんですよ。で、その穴の隙間から出てきてるっていう。この辺とかわかるかな。こういう感じ。この穴からたくさん出てきてるんですよね。で、たくさん穴が開いているみたいな。で、束になって何本かわかんないけど、束で出てきているという感じなので、鉄じゃないよね。鉄じゃないです。プラスチックなので、錆びないっていうのがね、まずこれ良さそうだなと思いました。あとこれなんか可愛い。なんだろうねっていう感じです。で、ホイールをガシガシ洗ってる時に、やっぱりこのタイヤハウスのこの奥の方の汚れが見えるんですよ。汚れてるなと。やっぱしゃがむから目線があってすごい気になるんですよね。けどこれを洗うのにちょっといい商品がないなっていうか、今までは例えばこれイッツウィンのホイールミットをそれ用に買って、この中に手を突っ込んで洗ったりしてたんですけど、どうしてもね、この辺が汚れたりあんま奥までできないんですよ。だから柄のついたやつがいいなと思っていて、この間このディティールファクトリーのタイヤブラシ買った時に、こういうとこどうなんだろうなと思ったんですが、やっぱりこの先端に毛がついてないので、奥の方とか結局このブラシを横に向けないと擦れないので、使いにくいなと。で、いいのないかなと、前々からね気になってたんですが、今回この先端にも毛がついている Easy Detail Go を購入しました。実際にね、これを使って今から洗ってみようと思います。こういう泥汚れとかですよね。パッと見洗えてる感、これだけでもあるんですが、泥汚れが目立たなくなってるだけで結構ついてます。これを洗剤服マスター GO で洗っていきます。やっぱ先端に毛ついてるのいいね。茶色いのいいぞ。ちょっとね重たいかな。汚れも落ちてる。いいね。ちなみに今80ボクシで試しております。こっちの方も洗ってみましょう。もちろんね、ここまで洗う必要はあるのかって言われたら、車のね性能的なところで言うともちろんないのかもしれないけど、いいじゃん、やりたいんだからって感じです。洗いたいんだから洗いたいんですよ。そういうさ、わかります？どうせ洗っても無駄ですよと
言うんでしょ。また汚れるよって言うんでしょ。そんなん知ってるんですけど洗いたいんです。あ、いいわ、普通にいい。ちょっともう手ついちゃってるけど、あそこまで洗えんだったらいいね。けど先端はねあるとありがたいけど、先端でこう動かすのはちょっと難しいな。どちらかというとやっぱ側面の方がメインになってくるかな。こういう感じ。先端はちょっと動かしにくいけど洗えるっていうのはありがたいし、例えば横だったらイージーディティールブラシのビッグでいいじゃんみたいなね、そういう話になってくると思うんですよ。これも入りますけど、この先端が毛がなくて、こういうなんかゴムパッキンみたいなのがついてるので、奥にカタ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 当たるんですよ。これが嫌だし、全然違うわ。やっぱ毛量が全然違うから、GOの方がしっかり洗える。ガシガシいける。楽しい。めちゃめちゃシュールな動画になってるね。あ、いい感じ。80ボクシーの純正のホイールですね。だったら幅でいうと10センチぐらいかな。だったら難なく洗えます。ちょっと他の車両ですね。例えばジムニーとかね、ああいうすごい大きいやつだとどうなのか試してみようと思います。はい、そしたら続いてジムニーティエラです。いや、ここまでスペースがあったらいらねえかっていう感じはちょっとしてます。手前だったらもはやホイールミット、こういうやつの方が早いか。早いな。でスペースも結構あるので手も奥まで入ります。こういう方が使いやすいかななんて思うんですが、どうでしょう。一応使ってみましょう。汚れてんね。結構奥の方汚れてます。わかるかな。樹脂の奥ですね、汚れているので。やっぱちょっと重いかな。であそこ、このホイールミットで洗うってなると洗えなくはないか。けど袖口が結構びちょびちょになるなこれ。やっぱそうだね。結構手を突っ込むってなるとこの袖口がやっぱりタイヤとかに触れて汚れたりするので、これはなんかちょっと嫌だなっていう感じはするね。うわ、なんか気持ちいい。これやっぱ先端は使いにくいな。結局なんか保護されてるっていうだけであって、もう先端でこうやって洗うのはちょっとやっぱ疲れるね。こう動かすのはちょっと大変ですけど、保護になってくれてるって思うとそれはそれでいいかなと。スペースあるところはミットの方が手前の方とかやりやすいけど別にこんだけスペースあるからといって手を突っ込んでやるよりかは、ブラシの方がいいかな。やっぱ重いね。ちょっと動かすのがスペースがあればあるほど空間があるのでずれるわけじゃないですか。これがもうちょっとぴったり来てればこうブラシがずれることがないので、こうもう本当に奥手前でこう動かすだけでいいから楽なんですが、スペースあるとやっぱこうどうしても動くので腕に負担がかかるね。何よりこれがめちゃめちゃいいです。そのショートノズルにサイクロンジェットの組み合わせ、曲がるのが本当最強。こんな感じです。やっぱね、こういう車はインチアップしてると奥がねすごい見えるっていうか目につきやすいので、やっぱどうしても洗いたくなるよ。リアも洗おう。ちょっと慣れてないねやっぱね。
おじさんまだ慣れてない。動かし慣れてない。毛が抜ける。いいね。逆にこのスペースがあまりない、車高を下げてる車とかだとどうなのかちょっと気になるので試してみようと思います。はい、そしたら BRZ を持ってきました。もうこうなると無理だよね。なんならこの隙間もあんま見えないし気になるものでもないんですが、入んないよね。入んないと思う。入んないことはないな。意外に入るけど、これ以上上はもう無理だね。この辺は洗えるね。なんなら調子いいかも。ここね、この辺は結構意外に気になる部分ではあるので、なんかいけるやん。危な。バンパー外れるかと思った。無理はできないけど、曲がるので、これぐらいのスペースですね。5センチぐらいあれば洗えますね。全然ダメかと思ったら意外にこう下から入れてけば洗えなくはない。洗えてるわ。で逆にこの上側は5センチもないですね。2センチぐらいしかないので、さすがに入んない。ダメだ。さすがに入んないですね。けど意外に洗えるっていうことが分かったね。しかも逆に毛質はね同じなので柔らかいんですよ。密集してるけど結構ボリュームがあるので、こういうスペースがあるホイールっていうのは洗いやすいかも。けど曲がりません。曲がらないので、この裏側を洗ったりするのは大変。海外の動画でねマフラーとかに突っ込んでる人もいましたね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちら Easy Detail Go ですね。 Go、 そうこちらを実際に使ってみました。で使ってみた感想としてはどうだろう。良かったです。普通に良かった。イージーディテールブラシのビッグとかホイール用のねブラシに比べると毛量があってすごい使いやすかったです。けどちょっとね重いかなっていう感じはします。で買った理由としてはこの先端までこの毛が覆われているっていうのがすごいいいなと思って買ったんですが、なんて言うんだろう、この対象面に対してこう洗うのは大変です。どちらかというとこう横でこう洗った方が楽。こういう感じでね、この先端部分はあんま使わないかなっていう感じはあるんですが、けどこの奥までね突き当たった時に嫌な感じがしないので、ここら辺含めて僕は良かったと思います。もちろんね洗車でマストアイテムにはならないと思うんですよ。なのでどちらかというとそのタイヤハウス内ちょっと気になってる方ですね、なんか洗いたいけどいいものがないなと思ってる方にはいいのかなと思います。洗車する上で必ずしももう最初の1本とかねそういう感じではないです。ある程度洗車してってここも気になるなってなった人が買うような商品かなと思います。商品自体はねすごく良かったです。なので気になる方いたら是非購入してみてください。で金額は最初に言ったっけな、3500円ぐらいです。僕はね登場する機会っていうのはそんな多くないかもしれないんですが、1本は持っておきたい商品だなと思いました。けどね大判タオルとかの方が絶対必須だと思うので、大判タオル持ってないけどこっち買おうってなると優先順位で言ったら僕は大判タオルとか他にね優先順位はたくさんあると思います。なので気になってる方ですね、ぜひ参考にしてもらえればいいのかなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。